ありがとうたくさんの人がお祝いに来てくれて嬉しいな。兄さんから手のひらサイズのエアダスターをもらったよ。もちろん手作りの特製品、小型で持ち運びしやすい上に込める魔導エネルギーの量で風圧を10段階に調整できる優れものさ。しかも風と一緒に青い炎みたいなエフェクトが出るんだ。僕の髪の毛みたいでしょ。 LED のライトとプロジェクターの投影機能を応用して作ったんだって。兄さんは僕を整備するための道具へのこだわりがすごいんだ。僕は整備に困らなければ見た目はどんなものでもいいと思ってたんだけど、青い炎みたいな風が出るのは面白くて、今はエアダスターを使うのがすごく待ち遠しいんだ。こんな風にワクワクするようになるなんて自分でもびっくりしてるよ。兄さんは僕の感情を制御する AI の変化を予想してたのかな。してたに決まってるか。だって兄さんだもん11年前、僕が5歳だった時のデータが一番大きいよ。写真も動画もたくさん残ってる。この年は兄さんが宝の地図を作ってくれたんだ。ゴールに僕へにプレゼントが隠されてたんだけど、たどり着くまでにいくつも謎が用意されててすごく凝ってたんだよ。当時の僕は一緒にやってたゲームの影響で毎日のように冒険がしたいって言ってたんだ。兄さんはその願いを叶えてくれたんだよね素敵なメモリーでしょ。またあんな風に兄さんと遊んだら楽しそう。今度は僕が宝の地図を作ってみようかな。基本的には兄さんと一緒に授業を受けてるよ。あ、テストの時は別だけどね。兄さんのそばにいられない時は学園を散歩したり、いろんな人とおしゃべりをしてる。そうそう、この間はトレイン先生のところで本を読ませてもらったんだ。ボードゲームの相手もしてくれてすごく楽しかった。実際に会ったことはないけど、もしおじいちゃんがいたらあんな感じなのかもしれないね。それからトレイン先生のところへ行くときはルチウスとおしゃべりをするのも楽しみの一つなんだ。鳴き声から感情を分析するアプリと鳴き声を再現するアプリが入ってるから簡単な会話は可能だよ。ネットでフリー配布されているアプリを見つけて自分でインストールしたんだ。ただどっちのアプリも高機能なものじゃないから意思疎通がちゃんとできてるかは微妙かな。前に餌を食べ終わったルチウスの鳴き声を分析したらもっと食べたいって結果が出たんだけど、追加でご飯をあげてみたら少しも口をつけなくてね。いまいちでしょ。その後はすぐに寝ちゃったから多分眠いって言ってたんだよね。最近はルチウスの反応をもとにアプリに改良を加えてるんだ。今はかなり精度が上がったはずだよ。もちろん動物言語学をインストールしちゃえばよりスムーズな会話が可能になる。でもあえて制限してるんだ。なんでわざわざそんなことしてるのかって、僕外部刺激で知識をアップデートしていくのが好きなんだ。そうすれば僕も人間みたいに学習する気分を味わえるでしょ。それにこの学習方法だと計算外の結果が得られることも多いんだ。面白いよ。映画を見るのにハマってるよ。と言ってももともとは人の感情を学ぶために見始めたんだけどね。兄さんに作られてすぐの頃、僕は人間らしい振る舞いがうまくできなかったんだ。どういう時に怒ったり笑ったりすればいいのかよくわからなくてさ。けど映画はこの問題を解決してくれた。喜怒哀楽を出すタイミング
や会話の自然な受け答えを学べるから、人間を知るには最適な教材だよ。僕がスムーズに会話ができるようになるにつれて、兄さんの口数も多くなって嬉しかったな。今じゃ映画鑑賞はほとんど趣味みたいなものだね。よく一緒にアプリの対戦ゲームで遊んでるよ。僕は普段コンピューターゲームはほとんどやらないんだ。何通りもの攻略法をすぐに予測できると簡単に勝てちゃってあんまり楽しめないから。けど寮の人たちと遊ぶのは別。みんな何度負けても新しい戦略で挑んでくるから勝負するのが面白いんだ。僕に勝つために協力して対オルト戦の攻略まとめを作ってるんだって。しかも情報を集約するのに一切デバイスを使わず手書きのノートを使う徹底ぶり。僕には厳重なセキュリティロックも通用しないからね。情報を隠すためあえてアナログにするのは有効な対策だと思う。でも集音機能を拡張して対策会議を盗み聞いてるから実は中身を知ってるんだ。こっちだって簡単に負ける気はないからね。寮生活がこんなに楽しいと思わなかった。僕兄さんと一緒にこの学園に来られてよかったよ。